様こんにちは、杉田です。今回は最新版人気のデポコスリキッドファンデーション10種類を徹底比較していきます。今年発売された新作アイテムはもちろん SNS や口コミサイトで人気の殿堂入りアイテムも合わせてご紹介していきます。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れなどに違いは出てくるかと思いますが、それぞれのファンデーションの塗り心地、保湿感、室内と自然光で見た時の仕上がり、香りについて、そして4時間後のマスク崩れについて比較していきますので、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。また、こちらのチャンネルでは他にも2023年下半期のベストコスメ関連の動画や2024年のプロコスメのご紹介などもしておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。まずは今回比較する10種類のそれぞれの特徴について簡単にご紹介していきます。まず1つ目はこちら、資生堂エッセンススキングローファンデーション SPF30PA3+。使用していくカラーは標準よりも1つナチュラルでニュートラルよりの240です。美容液レベルの肌体験へ、美肌育むスキンケアファンデーション完成。2023年下半期のベストコスメを受賞するなどの美容液ファンデーションの新定番となっています。続いてカネボウコンフォートスキンウェア。カラーによって紫外線カット効果は異なりますが、今回使用していくのは SPF25 の PA3+です。使用していくカラーは標準よりも1つ明るいオークル B です。瞬時に柔らかな光に包まれるようにトーンアップし、ふんわりと明るい素肌になりすます。心地よさまで伝わるような肌仕上がりへ。下地パウダーなしでベースメイクが完成するファンデーションです。続いてアディクションザ・ファンデーションリフトグロー SPF20PA2+。使用していくカラーは標準色の006です。まるでハイライトのように高い部分に光を集めてリフレクトさせ、リフトアップしたような洗練のメリハリを作るファンデーション。資生堂とともに数々のベストコスメを受賞した人気のツヤファンデーションです。続いてランコムタイドルウルトラウェアケア&グロー。使用していくカラーは標準色の BO01 です。24時間ツヤ感が続く新製品が誕生。しっとり保湿し乾燥崩れを防ぐ。肌をいたわりながらメイクを楽しみたいあなたへ、ランコムが提案するケア&グロー。先月発売されたばかりの最新ファンデーションです。続いてランコムタイドルウルトラウェアリキッド SPF38PA3+。使用していくカラーは標準よりも1つ明るい BO01 です。フィルムのように薄く心地よい24時間を。近くで見ても毛穴レス美肌。崩れないファンデーションといえばランコムのタイドルというくらい発売以来人気のファンデーションです。続いてディオールスキンフォーエバーフルイドグロー SPF20PA3+。使用していくカラーは標準色の 2N です。一日中つけたての色がくすまずに続き、ツヤと潤いがあふれるようなグロー肌を叶えるディオールを代表する美容液ベースのリキッドファンデーション。こちらもツヤタイプのファンデーションとして王道の人気アイテムです。続いてNARSライトリフレクティングファンデーション。使用していくカラーは標準色の02174です。高機能なメイキャップとスキンケアのハイブリッドファンデーション。ナチュラルな仕上がりで気になる箇所を瞬時にぼかし、滑らかにし、使うたびに透明感が増します。高保湿で乾燥が気になる今の時期におすすめなファンデーションです。続いてコスメデコルテ全ウェアフルイド SPF25PA2+。使用していくカラーは2つある標準色のうち明るめの N22 です。完璧なまでの素肌感。薄膜カバーで毛穴レス美肌24時間続く。毛穴レスで崩れにくいファンデーションとして
発売以来人気となっています。続いてエスティローダーダブルウェアステインインプレイスメイクアップ SPF10PA2+。使用していくカラーは標準色と同じ明るさでオークル寄りの12番デザートベージュです。1998年の発売以来ベストセラー&ロングセラー製品として絶大な支持を得ているエスティローダーのナンバーワンファンデーション。狙い通りの肌感、想像以上のカバー力、24時間崩れにくいストレスフリー肌へ。最後はこちら、シュウエムラアンリミテッドラスティングフルイド SPF24PA3+。使用していくカラーは標準色より一つ明るい人気色574です。薄く軽くそして続く、あなたの個性を輝かせる素肌美ファンデーション。約 70% スキンケアベースのフォーミュラが潤いベールで肌を心地よく包み込む軽いつけ心地が人気で、こちらもデパコスの定番ファンデーションとなっています。まずは塗りたての状態で仕上がりを比較していきます。下地はクレトポーポーテのポワールルミヌを使用しています。特にツヤがしっかりと出ているのはアディクション、資生堂、ディオール。こちらの3つよりもツヤが抑えめで自然なのはランコムのケア&グロー。そしてカネボウ、シュウエムラ、ナーズはツヤにもマットにも寄りすぎていないような素肌に近いような質感。コスメデコルテ、エスティローダー、ランコムのターンイドルはソフトマットな印象です。カバー力については今回の10種類で一番ナチュラルなのは資生堂。アディクション、ランコムケア&グロー、カネボウ、ナーズ、そしてシュウエムラはミディアムカバレッジ。ランコムのターンイドル、ディオール、エスティローダー、そしてコスメデコルテは一塗りでもしっかりとカバー力を感じられるハイカバーな仕上がりです。ではここからは10種類を比較した中で特に仕上がりイメージや塗り心地が近いと感じたアイテムを半眼ずつに塗ってみて、それぞれの塗り心地や保湿感、香り、そして4時間後のマスク崩れについてを比較していきたいと思います。まず比較するのはこちら、アディクションのザ・ファンデーションリフトグローとディオールのディオールスキンフォーエバーフルイドグローです。こちらの2つは肌を膜で覆ったようなつるんとしたツヤ感がとてもよく似ているなと感じたので、実際に比較してみたいと思います。まずはこちら側にアディクション、反対側にディオールを塗っていきたいと思います。アディクションは何といってもこのファンデーションの粉体を感じさせないような滑らかな塗り心地が特徴です。一塗りでもリフトアップしたようなツヤを演出してくれるところも綺麗ですよね。ディオールはクリーミーで少し重めなテクスチャーで肌にピタッと密着してくれます。肌への密着感は欲しいけれど、ある程度の保湿感も欲しいという方におすすめなファンデーションです。はい、アディクションとディオール。まずは一度塗りの時点のカバー力を比較するとこんな感じの違いです。どちらも気になる赤みや色ムラなどはしっかりとカバーしてくれていますが、近くで見るとアディクションは程よく素肌の透け感が残るような仕上がりなのに対して、ディオールは一度塗りの時点でも毛穴や凹凸、そして気になるニキビ跡などもしっかりとカバーしてくれています。ではもう少しカバーしていきます。アディクションはしっとりとしていて少し重さもありますが、ファンデーションの粉体感がない分、重ねていっても重たくなることなく、ファンデーション同士がピタッと吸い付くように密着して程よくカバー力を得られるような印象です。ディオールは重ねていくとクリーミーで重さのあるファンデーション同士がピタッと密着をして素肌の透け感を感じさせないようなハイカバーな仕上がりに調整できます。一度にたくさんの量をつけてしまうと馴染ませるのが少し大変に感じるので、少量ずつを指でタップするようにのせていくのがおすすめです。はい、それぞれなんとか塗り重ねてカバーしてみました。このくらいの距離で見るとどちらも同じくらいしっかりとカバーしているように見えますが、
やはり近くで見るとこんな感じで、アディクションの方が気になる部分もカバーしつつ、重ねていっても素肌の透け感が残るような印象なのに対して、ディオールは素肌の透け感を感じたく、肌をしっかりと覆うようにカバーしてくれています。そしてツヤ感に関しては、こうして比較してみるとやはりよく似ているなという印象で、どちらも肌を膜で覆ったようなつるんとしたツヤ肌に仕上がっていますよね。ただアディクションの方がファンデーションの粉体を感じないようなテクスチャーだからか、少し柔らかい印象のツヤ肌なのに対して、ディオールの方がより膜で覆われたようなつるんとした張りを感じます。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもつるんとしたツヤがとても綺麗ですが、アディクションの粉体感のない滑らかさとディオールの膜感の違いがより分かりやすいと思います。そして保湿感についても、どちらも少し重めのテクスチャーでしっかりと肌を保護してくれるようなタイプなので、同じくらい保湿されている感じがしますが、ディオールの方がクリーミーさの中にも肌への密着力を感じる分、肌表面の乾燥がかなり気になる時には少しだけ伸ばしにくく感じるかなという印象でした。より滑らかで柔らかい塗り心地がお好みの方にはアディクションがおすすめで、クリーミーで保湿感もありつつ肌へピタッととどまる感じも欲しいという方にはディオールが使いやすいんじゃないかなと思います。香りについては、アディクションは原料のような香りがほんのりとする程度なので、香りが苦手な方にもおすすめ。ディオールはフォーエバーシリーズ共通のフローラル系のフレグランスのような香りが結構しっかりと感じるので、香りが苦手という方には少し注意が必要かもしれません。それではナースのライトリフレクティングセッティングパウダープレスト N をブラシで軽く全体に塗って、これから約4時間ほどマスクのまま過ごして、崩れ方にどんな感じの違いが出るのか見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしましたので、崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じです。私は皮脂崩れが気になる肌タイプなので、マスクがよく当たる位置はファンデーションのハゲと皮脂が少し気になりますが、それ以外の部分は近くで見てもこんな感じで、ファンデーションが薄まってしまったりよれてしまうということもなく、快適に過ごすことができました。どちらも塗りたての時のような保湿感が持続して、塗っている間もパサパサに乾燥してきてしまうという感じはしなかったですが、ディオールはよく見るとこういった顔がよく動く部分に少しファンデーションが溜まる感じが気になったので、乾燥肌の方は特に塗りたてよりも少し保湿感が弱まる感じが気になるかもしれません。肌表面を触った感じもディオールの方がよりさらりとしている印象なので、しっかりと保湿感も持続させたいという方はアディクションがおすすめ。ある程度の保湿感もありつつベタつき感を抑えたいという方はディオールがより使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じの違いです。続いてはこちら、カネボウのコンフォートスキンウェアとシュウエムラのアンリミテッドラスティングフルイドを比較していきます。こちらの2つはツヤすぎずマットすぎずな素肌に近いようなイメージなのに、ある程度の保湿感もあり塗りやすいテクスチャーのところがとてもよく似てるなと感じました。こちら側にカネボウ、反対側にシュウエムラを塗って比較していきます。カネボウは崩れにも強いタイプですが、こんな感じで肌の上でもスルスルと伸び広がってくれるテクスチャーがとても使いやすいポイントです。シュウもこんな感じでカネボウと同じくみずみずしくて伸びのいいテクスチャーですが、伸ばしていくとピタッと肌に密着もしてくれます。はい、カネボウとシュウエムラ、まずは一度塗りの時点のカバー力を比較するとこんな感じの違いです。一度塗りでもナチュラルすぎずハイカバーすぎずな自然な仕上がりですが、近くで見るとこんな感じで、シュウエムラの方がよりファンデーションの密着力が高いからか、毛穴や凹凸をしっかりとフラットにしてくれているような印象で、カネボウの方がより素肌っぽさが残って肌が光を反射しているような感じがします。ではもう少し重ねていきます。
カネボウは重ねていっても伸びが良く柔らかいテクスチャーなので、乾燥する感じや重たくなる感じはしにくいです。シュウエムラはこんな感じで、すぐに肌にピタッと密着するようなタイプなので、少量ずつをしっかりとなじませていけば、ムラになることもなく綺麗に馴染んでいってくれます。はい、それぞれ気になる部分に重ねてみました。重ねていってもどちらも大体同じくらいのカバー力で、気になる部分をしっかりとカバーしてくれました。ただ近くで見るとやはりこんな感じで、シュウエムラの方が毛穴や凹凸もしっかりとフラットにカバーしてくれているのに対して、カネボウはしっかりとカバーしつつも全体的に柔らかくてふんわりとした質感に感じました。そして改めて比較してみると、どちらもマットすぎずツヤすぎずな素肌に近いような質感ですが、カネボウの方が自然に肌に光を集めたような立体感を感じやすいので、ツヤツヤしすぎないけれど程よい光の効果で立体感が欲しいという方はカネボウがおすすめ。毛穴や凹凸を感じさせないフラットな素肌感に仕上げたいという方はシュウエムラが特に使いやすいんじゃないかなと思いました。こちらの2つは仕上がりがかなり似ているなという印象だったので、実際に比較してみるとそれぞれの違いを感じることができました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。どちらもパウダーを塗る前ですが、自然光で見てもツヤツヤしすぎないので、素肌のような自然な質感が好きという方に特におすすめだなと感じます。そして保湿感については、どちらも滑らかで伸ばしやすいので、乾燥が気になる状態の肌にも塗りやすいですが、伸ばしきった後はしっとり感が続くというよりは、肌表面にベタつきが残らないといった印象なので、しっかりと乾燥対策をしたいという方よりも、崩れ対策をしたいという方に特に使いやすいんじゃないかなと思います。シュウエムラの方がより肌にピタッと密着する感じがするので、ベタつく感じが苦手という方に特におすすめです。香りについては、カネボウはスキンケアのような香りがほんのりとする程度で、シュウエムラは原料のような香りにほんのりスキンケアの香りを感じる程度なので、こちらの2つは比較的香りが苦手な方にも使いやすいんじゃないかなという印象です。はい、あれから4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきます。4時間後のマスク崩れはそれぞれこんな感じでした。どちらも程よい保湿感もあり、ベタつきも気になりにくいタイプだったからか、皮脂崩れにも乾燥崩れにも強く、塗りたてのままのような仕上がりを持続してくれました。ただ、シュウエムラは肌表面を触るとさらりとした質感を持続していたので、かなり乾燥が気になる肌タイプの方には、今の時期には少し乾燥が気になるかもしれません。続いて比較していくのはこちら。ランコムタンイドルウルトラウェアケア&グローとランコムタンイドルウルトラウェアリキッドです。こちらの2つは仕上がりイメージやカバー力などは異なりましたが、同じブランドの同じラインから発売されているというだけあって、軽くて素早く肌にピタッと密着する塗り心地がとても似ていたので比較してみたいと思います。こちら側にケア&グロー、反対側にタンイドルを塗っていきます。新作のケア&グローは動画でご紹介するのが初めてですが、24時間ツヤが続いてケアもしてくれるファンデーションとのことだったので、もう少し緩いテクスチャーのファンデーションなのかなと思っていましたが、ツヤは綺麗に出ますが、とても軽くて肌にピタッと密着するところは定番のタンイドルととてもよく似ています。定番のタンイドルもこんな感じで、反対側に塗っているケア&グローと同様、最初はみずみずしいテクスチャーですが、すぐに肌にピタッと密着してくれます。かなり密着力が高いので、今の季節かなり乾燥が気になる肌状態には少し塗りにくさを感じるかもしれません。はい、こちら側はケア&グロー、反対側はタンイドルを一度塗りで仕上げてみました。カバー力の違いはこんな感じで、ケア&グロータイプは一度塗りだと素肌の透け感が残るようなミディアムカバレッジなのに対して、タンイドルは一度塗りでもしっかりと毛穴や凹凸をカバーしてくれるようなハイカバーな仕上がりです。そして質感としては、ケア&グローは一つ目にご紹介したディオールやアディクションよりはツヤが抑えめで、先ほどご紹介したカネボウとシュウエムラよりは少しツヤを感じるような
やりすぎ感のない自然なツヤ肌仕上がり。タイドルは毛穴や凹凸を感じさせないセミマット肌仕上がりという違いがあります。カバー力も仕上がりイメージも異なりますが、どちらもファンデーションを塗っていないかのような軽いつけ心地なのに肌にピタッと密着してくれるところはとてもよく似ているので、タイドルのこの塗り心地が好きという方に今回の新作のケア&グローもとてもおすすめです。もう少し重ねていきます。肌へ密着するのが早いタイプですが、薄付きなので、こんな感じで少量ずつしっかりとなじませていけば、ファンデーションがムラになることなく、問題なくカバーしていきます。はい、それぞれ何度か重ねてみました。重ねていってもどちらも軽いつけ心地ですが、ケア&グローのツヤ感とターンアイドルの毛穴レスなハイカバー感の違いがより分かりやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとよりカバー力とツヤ感の違いが分かりやすいと思います。どちらも素早く肌に密着してベタつきを感じさせないような質感だったので、皮脂が気になる肌タイプの方にはとても使いやすいと思いますが、乾燥が気になる肌タイプの方だと今の時期は少し保湿感が物足りなく感じるかもしれません。高保湿でクリーミーなテクスチャーの下地などと組み合わせると使いやすいんじゃないかなと思います。そして香りについてはどちらもスキンケアのような香りが結構しっかりと感じられるので、香りが苦手な方には少し注意が必要かもしれません。4時間後のマスク崩れについてそれぞれ比較するとこんな感じでした。どちらも乾燥や皮脂によって崩れてしまうということがなく、綺麗に保ってくれていましたが、比較するとやはり新作のケアグローの方が顔の中心に少し油分が出てきている感じがしたので、冬場でもしっかりと皮脂崩れ対策をしたいという方はターンアイドルがおすすめ。崩れにも強くある程度保湿もしたいという方にケアグローがよりおすすめかなと感じました。続いてはこちら、資生堂のエッセンススキングローファンデーションとナーズのライトリフレクティングファンデーションを比較していきます。資生堂はツヤ肌仕上がり、ナーズは塗りたてはセミマット肌仕上がりと仕上がりのイメージは異なりますが、こちらの2つはどちらも美容液のような滑らかなテクスチャーで、乾燥が気になる今の季節にも塗りやすいというところがとてもよく似ていたので、今回はこちらを比較していきます。こちら側に資生堂、反対側にナーズを塗っていきます。資生堂はこんな感じで美容液のようにスルスルと伸び広がってくれるので、肌表面の乾燥が気になる時にも安心して塗りやすいです。美容成分でしっかりと保湿してくれますが、伸ばしきった後は肌表面にベタつきが残らないところもポイントです。ナーズもこんな感じで美容液のようなテクスチャーでスルスルと伸び広がってくれます。ただナーズは資生堂よりも少し厚みがあるようなテクスチャーなので、よりしっかりと肌を保護してくれるような感じがします。はい、資生堂とナーズそれぞれ一度塗りの時点のカバー力を比較するとこんな感じの違いです。どちらも肌っぽいナチュラルなカバー力ですが、やはりこうして見ると資生堂は今回ご紹介している10種類の中でも一番カバー力がナチュラルで、一度塗りの時点だと肌の質感や赤みなどもほんのりと透けるような仕上がり。ナーズは一度塗りでもミディアムカバレッジくらいの仕上がりで、赤みや色ムラを完全にカバーするというほどではないですが、毛穴や凹凸をきれいにフラットに見せてくれています。ではもう少し重ねていきます。資生堂はナチュラルですが、重ねていくとファンデーション同士が密着してある程度のカバー力も得られます。美容液のようなツヤツヤな質感のままカバーしていってくれるので、ツヤ肌好きの方に特におすすめです。ナーズもこんな感じで重ねていくことに毛穴をフラットに整えてくれます。はい、資生堂とナーズそれぞれ気になる部分に重ねてみました。資生堂は一度塗りだとかなりナチュラルでしたが、重ねていくことで素肌感とツヤ感は残しつつ、赤みなども自然にカバーしてくれるミディアムカバレッジくらいにも調整できるファンデーションです。反対にナーズは重ねていっても厚みが出ることはありませんが、しっかりと肌の毛穴や凹凸をフラットにカバーしてくれるので、美容液のようなしっとりとしていて滑らかなつけ心地で、しっかりとツヤを出したいという方は資生堂がおすすめ。ツヤツヤしすぎないソフトマットな仕上がりで、毛穴や凹凸を感じさせないフラットな肌に仕上げたいという方にナーズがおすすめなんじゃないかなと思います。
それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見るとより資生堂のツヤ感とナースのソフトマットな印象の違いが分かりやすいと思います。どちらも肌表面は美容液で保湿した後のように滑らかに整っていますが、資生堂の方が軽くてベタつきが残らない保湿感、ナースは少しクリーミーっぽさも感じるようなしっかりとした保湿感という印象です。そして香りについては、資生堂は原料の香りにほんのりとスキンケアのような香りが香る程度、ナースは原料のような香りのみなので、こちらの2つは香りが苦手な方にも安心して使っていただきやすいんじゃないかなと思います。4時間後のマスク崩れについてそれぞれ比較してみるとこんな感じでした。どちらも塗りたてのような保湿感がしっかりと続いたので、乾燥が気になる肌タイプの方にも安心して使いやすいと思います。ただ、資生堂はツヤと保湿感を保ちつつも肌表面のベタつきは気にならなかったですが、ナースは塗りたての状態と比較すると少しテカリが出てきているのと、小鼻周りなどにベタつきが出てくる感じがしたので、皮脂が気になる肌タイプの方にはこまめなお直しが必要かなという印象です。最後はこちら、コスメデコルテの全ウェアフルイドとエスティローダーのダブルウェアステインインプレイスメイクアップを比較していきます。こちらの2つはとにかく崩れに強いファンデーションとして有名ですので、こちら側にコスメデコルテ、反対側にエスティローダーを塗って比較していきます。コスメデコルテはこんな感じで、最初はみずみずしくて軽いのでかなり伸ばしやすく感じますが、すぐに肌へピタッと密着するようなテクスチャーなので、乾燥肌の方はしっかりと油分を感じるような下地と組み合わせる方が安心して塗りやすいと思います。エスティローダーも肌への密着感が高いですが、比較するとコスメデコルテよりも少しクリーミーさを感じられるので、エスティローダーの方がより乾燥肌の方にも塗りやすく感じるんじゃないかなと思います。はい、こちら側にコスメデコルテ、反対側にエスティローダーを一度塗りで仕上げてみました。やはりどちらも一度塗りでもしっかりと肌の気になる部分をカバーしてくれるようなハイカバーな仕上がりです。両方とも肌に密着するのがとても早く、セミモットな印象の肌に仕上がるところもとても似ていますが、こうして比較してみると、コスメデコルテの方がよりみずみずしくて軽いテクスチャーだったからか、ハイカバーながらも肌に厚みが出ていなくて、程よく肌に光が乗るようなセミマット肌仕上がりなのに対して、ダブルウェアの方が少しクリーミーさのあるテクスチャーだったからか、ふんわりと肌をカバーしてくれているような違いを感じます。それではカバーしていきます。重ねていくときは少量ずつをしっかりとタップするようになじませていくと綺麗になじんでくれます。ダブルウェアもコスメデコルテと同様少量ずつをなじませていくのがおすすめですが、やはりこちらの方がクリーミーで伸ばしやすい感じがします。はい、両方とも気になる部分に何度かしっかりと重ねてみました。重ねていくとこんな感じで、どちらもコンシーラーなしでも肌の色ムラやニキビ跡なども綺麗にカバーしてくれます。やはりコスメデコルテは重ねていっても程よい軽やかさが残っているのに対して、エスティローダーは毛穴や凹凸をよりフラットにカバーしてくれている感じがするので、肌にピタッと密着してハイカバーに仕上がるという点ではとてもよく似ている2つでしたが、意外と仕上がりの違いを楽しむことができました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。はい、外の自然光で撮影しています。自然光で見てもどちらもソフトマットでハイカバーな仕上がりです。そして肌表面を触った感じは、どちらも水分やオイルっぽさなどの保湿感は感じにくくて、肌にピタッと密着してかなりさらりと仕上がっているので、普通肌や乾燥肌の方は乾燥が気になる今の時期にはしっとりとしたタイプの下地と組み合わせるなどの工夫が少し必要かなと感じました。特にコスメデコルテはエスティローダーよりもさらに渦膜で肌にピタッと密着する感じがします。そして香りについてはどちらもスキンケアのような香りがほんのりとする印象です。比較するとコスメデコルテの方が少しだけ香りが強い印象です。4時間後のマスク崩れについてそれぞれアップで見るとこんな感じでした。どちらも塗りたてのままのようなしっかりとしたカバー力を保ってくれていて、小鼻周りなどのテカリも全く気にならなかったです。
ただやはり顔がよく動く部分にはファンデーションがたまる感じが少し気になったので、乾燥が気になる冬場などはしっかりと保湿対策をして塗るのがおすすめかなという印象です。はい、ではこんな感じで SNS や口コミサイトで人気のタバコスリキッドファンデーション10種類を比較していきました。それぞれのファンデーションを大まかに分類分けすると、冬場や乾燥が気になる時にも安心して使える高保湿なタイプだったのは資生堂、プティクション、ナース。適度な保湿感もありつつ比較的崩れに強いいろいろな肌タイプの方に使いやすいのはシュウエムラ、ガネボウ、ランコムのケア&グロー、そしてディオール。とにかく汗や皮脂崩れなどを防ぎたいという方におすすめなのはランコムのターンアイドル、エスティローダー、そしてコスメデコルテでした。今回人気のファンデーションの比較ということで、仕上がりイメージや塗り心地などが似ているなと感じるアイテムもありましたが、実際に比較をしてみるとそれぞれの違いを感じることができました。組み合わせる下地や肌タイプによって仕上がりや崩れなどに違いは出てくるかと思いますが、少しでもファンデーション選びの参考になれば嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。